こんにちは。ジャパニーズラボ、ジャパラボの浩平です。よろしくお願いします。皆さん、日本語を勉強していて、した後とした後での使い分けで悩んだことはないでしょうか？例えば、この2つの文章。転職した後、毎日忙しいです。転職した後、毎日忙しいです。転職した後で、同僚と飲みに行きました。転職した後で、同僚と飲みに行きました。どちらも自然な日本語に聞こえますよね。でも、片方にはでがあって、もう片方にはでがない。これなぜだか説明できますか？どっちでもいいんじゃないのって思ってる人もいるかもしれませんね。実は、この二つ、はっきりとした使い分けのルールがあります。そして、これ、覚えるだけではなくて、でがあるときとでがないときの仕組み、この助詞のルールを理解すれば、他の文法でも活用することができるようになるんですね。今日の動画のゴールは、した後とした後での違いを完璧にマスターすること。さらに、どうしてでが必要なのか、必要じゃないときはどんなときなのか、また、でから後に、みたいな似ている表現との違いも説明できるようになります。では、結論からいきましょう。なぜそうなるのか、理由から説明していきます。このでがあるときとないときの使い分け、とてもシンプルです。ポイントは、後に続く文がアクションなのか、状態なのか、ということです。まず、した後で、助詞のでがつく方ですよね。こちらの後には、1回で終わる具体的なアクションが来ます。例えば、映画を見た後で食事をしました。映画を見た後で食事をしました。次に、でがない。これは継続している状態が来ます。転職した後、毎日忙しいです。転職した後、毎日忙しいです。毎日忙しいというのは1回のアクションじゃないですよね。ずっと続いている状態です。この違いをまず覚えてください。これが一番大事な基本的なルールですね。さて、では、なぜアクションがでの後に来るのか。どうして状態がでの後に来ないのか。これを見ていきましょう。その前に、まず一つだけ、大切なことをお伝えすると、この後というのは、まず名詞です。名詞ですね。さらに時間を表します。なので、この後の前には、時間や動作を表す名詞、また動詞が来ます。仕事の後、食事の後のようにのをつける。また、転職した後、食べた後のように何かをしたということもつけることができます。では、での役割を考えてみましょうか。でというのは、図書館で勉強するみたいに場所を表すイメージが強いですよね。でも、もう一つ役割があるのは範囲です。これ、以前の動画でも一回説明したことがあるんですが、範囲だったり、グループだったり、何かを囲う役割があるんですよね。例えば、この仕事は1時間で終わります。この仕事は1時間で終わります。という文。これは1時間という時間の範囲の中で仕事が終わるという意味です。1時間かかるかどうかはわからないんです。1時間という範囲の中のどこかで終わるという範囲を説明している助詞なんですよね。この組み合わせ、後でというのは、映画を見た後で食事をしました。映画を見た後の時間という範囲の中で食事をした。なので、直後ではないかもしれない。10分後かもしれないし、1時間後かもしれない。ただ、映画を見た後に存在するこの時間の中で食事をするという1回のアクションが行われたと。こういう文章なんです。じゃあ、転職した後で毎日忙しいです。これ不自然なんですよね。毎日忙しいという状態は範囲の中で終わるものではなくて、そこからずっと続いているもの、ずーっと続いているものなので、範囲の中で完了する意味を持つでを使うと、
違う意味がぶつかってしまって不自然に聞こえちゃうんですよね。だから、状態が続くときは、でを使わずに、後と言います。転職した後というと、後から今までという意味になるんですね。これ納得できますか？これ面白いんですよね。で、次にいろんな例文を見ながら使い方に慣れていきましょうか。入力が全部終わった後でパソコンが壊れた。入力が全部終わった後でパソコンが壊れた。新しいのを買った後でなくした時計が見つかりました。新しいのを買った後でなくした時計が見つかりました。パソコンが壊れたのも時計が見つかったのもどちらも一回きりの出来事。時間の中で完了しますよね。次にした後の文章を見ていきましょう。パーティーが終わった後、部屋はゴミでいっぱいになっていた。パーティーが終わった後、部屋はゴミでいっぱいになっていた。いっぱいになっていたというのは状態ですよね。何か一度きりの動作ではなく、いっぱいになった後の状態を表しています。なので、でを使わない。よくある間違いがあります。日本に来た後でずっと日本語を勉強しています。日本に来た後でずっと日本語を勉強しています。わかりますよね。ずっと勉強しているというのが継続している状態なんですね。なので、一定の時間を表す、範囲を意味するでは使えません。正しいのは、日本に来た後、ずっと日本語を勉強しています。日本に来た後、ずっと日本語を勉強しています。でを取るだけ。簡単ですよね。で一つがあるかないかでこんなに意味が変わるのはどうかなとも思います。すごく難しいと思いますけど、できるようになったら面白いに変わりますからね。さあ次レベルアップさせましょう。後と似ている文法、手からした後にとの違いも見ていきます。まずは手から。手からのポイントは連続と前提条件です。例えば、料理。玉ねぎを刻んでから炒めます。これ料理のステップですよね。刻む、そして炒めるという連続した流れです。間の時間はありません。次という意味があるんですね。でも、大学を卒業した後で留学しましたの場合、卒業してすぐじゃなくていいんですよ。卒業した次じゃなくてもいいんですね。1年2年時間が空いてもいいんです。この違いがある。どちらも何かがあった次、ね。次の動作みたいに思われがちなんですが、そうではなくて、手からというのは連続。後でというのはその後の時間の範囲と。そこが違うんですね。二つの出来事はあるんですが、全然違うことがあっても大丈夫。次にもっと大事なのが前提条件のニュアンス。手を洗ってから食べなさい。手を洗ってから食べなさい。これは手を洗うことというのが食べることに必要な条件なんです。手を洗わなければ食べてはいけないんです。ルールになってるんですよね。さっきの玉ねぎを刻んでから炒めますというのは、ただ、この順番ですよっていう、この連続ですよっていうだけの話だったんですよね。でもそうじゃなくて、手を洗ってから食べなさいというのはルールなんです。こういう時に手からを使う。手を洗った後で食べなさい。でも、意味はわかる。だいたい伝わる。常識だから。だけど、しなければならないというニュアンスが弱いんです。手を洗わなければならないっていうニュアンスは伝わらないんですね。次に、これもよく間違えられますね。あとでとあとにの違いですね。でとに、これもうみんな難しいと思っているものですよね。さっき、でというのは範囲と言いました。一方、にというのはポイントです。点なんですね。では線、には点みたいなイメージです。ね。ご飯を食べた後にこの薬を飲んでください。ご飯を食べた後にこの薬を飲んでください。これは、ご飯を食べ終わったその瞬間、またその後すぐにというニュアンスが強くなります。間に何かをするっていうニュアンスはなくなるんですね。ピンポイントのイメージ。
ただ、ご飯を食べた後でというと、食べた後、どこかのタイミングでっていう意味になります。別に歯を磨いてもいいし、漫画を読んでもいいし、ゲームをしてもいいし。ね。間で何かがあってもいいですが、とりあえず後だったらいいですよということになるんですね。ご飯を食べた後にというのは、ご飯を食べた。薬飲みます。っていうこの間が短くなる。このポイントになるんですね。これがまた難しいポイント。デート2の違いでした。今までのところでどうでしょうか？デート2の違い、手から後での違い。ね。全部結構違いますよね。これでも、2とでの使い方は、後でと後にだけじゃないんですよ。他の文法ででと2を使う。それが時間の時。その時は同じように意味が存在するんですね。なので、ここで覚えてしまえば、この先の難しい文法も簡単になる可能性は高い。これ非常に大切なポイントだと思います。最後に N1 レベルを目指す皆さんのための発展的な使い方を紹介します。一つ目は予期せぬ結果です。自分が計画していなかった、予想していなかった、つまり偶然起きたことにもした後でがよく合うんですね。綺麗に掃除した後で子供が部屋を汚した。綺麗に掃除した後で子供が部屋を汚した。掃除したのは部屋を汚されるためではないですよね。これ意味のつながりはないですよね。むしろ反対。予期せぬハプニングなんです。こういう予期せぬハプニング、客観的な事実を報告するときに後でっていうのはぴったりなんですね。これを掃除してから汚したというと、掃除というのが原因みたいに聞こえるんですね。汚したというのと掃除っていうのがすごくつながりがあるようになっちゃうんです。でも、綺麗に掃除したというのは私の意思で私が綺麗にしたと。で、その意思とは反対に子供が部屋を汚したんですよね。このハプニングがあったんだっていう気持ちを表すときに後でっていうのが使えます。もう一つは、行く、来るみたいな移動するときの動詞との組み合わせの時の注意。これは後でっていうのが不自然になっちゃうんですね。デパートに行ってから買い物をした。デパートに行ってから買い物をした。いいですよね。デパートに行ってから買い物なので、デパートに行った後に買い物をしたと、この連続性があります。非常につながりがあるんですね。デパートに行った後で買い物をした。デパートに行った後で買い物をした。皆さん頭の中のイメージどうですか？私の中のイメージでは、買い物はデパートではありません。違うところで買い物をしているように感じます。そう。後でというのは、この前の動作と後の動作が違う時でも使うことができるんですよ。全然つながりがなくても使うことができるんです。ただ、手からっていうのはつながりを強くするんですよね。だから自然なんですよ。デパートに行くこととデパートで買い物をするという一つのセットの行動の時は手からを使った方がいい。一方で、後でを使うと二つの出来事を切り離すイメージが出てきちゃう。これがセットの行動と合わないんですよ。で、これ少し難しいんですけど、このニュアンスを覚えておいてください。手からと他後でっていうのは、イメージが違う。ね、セットの行動なのか、切り離された行動なのか。デパートに行った後で買い物をしたとなると、デパートに行ったという動作、目的が達成された後になる。ので、デパートを出た後に買い物をしたと捉えてもいいんですよね。そこがうまく伝わらないかもしれない。ので、デパートに行ってから買い物をしたというようにしてください。これね、N2 から N1 を目指す皆さんにとっての非常に重要なポイントだと思います。ということで、今日の学習の内容を振り返っていきましょう。一つ目、した後での後ろは動作。した後の後ろは状態。ね、これ大切ですよ。した後での後には1回で終わるアクションが来ます。した後の後には継続する状態が来ます。これは、でというのが時間の範囲を表す意味だからでしたね。次に、手から。これは連続、または前提条件。
A と B の出来事が連続して起こるとき、や、A が B をすることにとって必要な条件であるとき、この時は手からを使ってください。最後、した後に、ね、これは直後の時点。ポイントでしたね。した後にというのは、し終わったすぐその時というピンポイントの時点を強調したい時に使われます。これも気をつけてください。ね、した後で、した後に、してから。これね、すべて意味が違います。時間の場所が変わりますからね。これ気をつけてください。ということで、今日の宿題です。どれでもいいので、一つ使ってコメント欄に例文を書いてください。勉強した後、いつも眠くなりますとか。で、この動画を見た後で、友達に違いを説明しました。とか、何でも OK です。コメント欄に書いてくれたら私がチェックします。ね。ぜひ、勉強したことを練習して自分の中の知識に変えてください。今日の動画は以上です。今日の動画が役に立った、面白かった、なるほど、と思ってくれた方は、ぜひチャンネル登録と高評価お願いします。ジャパニーズラボ、ジャパラボでは、教科書に書いてない違い。この文法とこの文法何が違うのとか、日本人の考え方、そこにあるニュアンス、小さな違い、ここを説明していくことで、教科書より深く勉強して、もっと自然な日本語を勉強する。こういったコンテンツを出しています。ね、皆さんの勉強がもっと深くなると思うので、ぜひ、気になる方は登録して、これからの動画も見ていってください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。